皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国が TPP 加盟に向けての準備に入りました。今回の動画においては、TPP の現状とともに、韓国に対して日本が取るべき態度について解説を行っていこうと思います。現在の TPP の仕組みと、そして日韓関係のことを考えると、TPP に加盟できると考える方がちょっとおかしいんじゃないかなとは思うわけですが、それはさておき、それでは早速関連ニュースを見ていきましょう。韓国が TPP 加盟手続き開始。対日貿易赤字増大も。韓国政府は TPP に加盟するための国内手続きに入る方針を明らかにした。オンナムギ経済副首相兼企画財政省が対外経済閣僚会議で TPP 加盟を本格的に進めるため、多様な利害関係者との議論に基づき関連手続きを始めると表明した。日本など11カ国で作る TPP には中国と台湾が9月に相次いで加盟を申請。韓国内では高水準の市場開放が求められる TPP 加盟に農業団体などから反対も強いが、韓国の輸出入額の4分の1近くを占める最大の貿易相手国、中国の動きに背中を押された形だ。オンナムギ氏は中国、台湾の加盟申請などを挙げ、アジア太平洋地域の経済秩序の変化が活発になり、これ以上政府内の議論にとどめるのは難しいと指摘。開放型通商国家としての韓国の地位などを総合的に考慮したと説明した。加盟は11カ国の全会一致で決まる。韓国は日本といわゆる徴用工訴訟や慰安婦問題で関係が悪化している上、東京電力福島第一原発事故以来、水産物の輸入規制を続けている。TPP には食品輸入を不当に制限しないよう求める条文があり、議論となる可能性が高い。韓国は15カ国が参加する地域的な包括的経済連携 RCEP 協定の加盟に向けた国会批准を終えた。ただ TPP は RCEP よりも市場開放度が高く、産業界からは対日貿易赤字が増大する懸念も出ている。まず最初に結論から言っておきますが、韓国が TPP に加盟できる確率というのは基本的には 0% です。それはなぜかといえば、現在の TPP の基本的な約束事として、メンバーに入ろうと思ったら、その前にいる既存メンバーから全員の支持を取り付けなければならない。このようなルールがある以上、日本が韓国が入ることに対してノーと言えば、それをもってして韓国の TPP 加盟というのは基本的にはできないのです。そして日本が拒絶する理由というのは、日韓関係からも明らかのように、韓国は約束事を守りませんよということもありますし、また現状においても韓国が日本に対して不当な貿易的な規制をかけていることもあります。記事の中で紹介されているように、福島県産の水産物についての不当な規制をかけているといったこともあるわけですが、それ以外においても韓国は日本の輸入品については放射能汚染されている恐れがあるとして様々な規制をこれまでかけてきました。それによる不当な取り扱いといったものがあって、それ以外にも政治外交上においても日韓関係においては韓国が日本に喧嘩をふっかけてくる案件というものは様々あるわけです。日本はこうした経済問題を外交政治上の問題と絡める形で動くことは非常に苦手としているわけですが、私はこの日韓関係について言えば、様々な面の問題についてもどんどんと複合的に絡めて、韓国に対する圧力を高めるべきだと考えています。ですから、韓国が様々な書面を用意して TPP の条件をクリアしてくるんだよ、だから問題ないでしょと言ってきた時にも、日本側はそのような問題を超越した形で、韓国がいかに約束を口だけで行って実際には破ってしまうよといったことなども指摘しつつ、韓国側の日本に対する不当な外交的な攻撃に対して反論する形で TPP についても拒否をするというのは、私は一つの戦略としてありだと思います。そういった意味で韓国が TPP に加盟する確率はほぼ 0% ですと私は答えるわけですが、ただしここには一つ大きな問題があります。このような判断を下す政府というのは基本的にはまともな政府の場合だった時です。逆に言えば、韓国が TPP 加盟をしたいといった時に日本政府が OK ですよというそのような判断を下す時というのは、基本的にはまともじゃない政権が日本政府だった時となります。現在の日本の政治状況を考えると、そのようなまともじゃない政府が対応するかもしれないというそのような不安があることは
少し言及しておかなければならないことです。なお、韓国にしてみれば TPP に加盟にあたって日本が拒絶した場合においても、一応国内上においては政治的にプラスに変えるという戦略もあります。彼らにしてみれば TPP に加盟しようというそのような意気込みを持って加盟申請を行った時に、日本が立ちふさがる形で加盟できないよとなれば、それは韓国国内における世論統一に非常に役立つこととなります。その頃にはムン・ジェイン大統領から次の大統領にと変わってくるわけですが、韓国の政治というのはそのように誰が大統領になったとしても基本形として日本が思うように動かない時には韓国国内の支持を取り付けるために韓国の政治上の材料に使われてしまうものなのです。なお、この動画の皆さんの中にはそもそも日本が TPP に入っていることそれ自体に否定的な方もおられるでしょう。しかし日本は国内消費が非常に大きいことは確かなのですが、しかし貿易立国の面というのは別になくなっているわけではありません。ですから TPP のような大きな経済的な連携といったものを拡大することそれ自体は悪いことではありません。そういった意味においては韓国を除外してそれでいいのかと言われれば、それ以外の国の加盟を認めれば全く問題ないというのが私の考え方です。例えば TPP 発足後においてどの国が真っ先に手を挙げたかといえば、それは EU から離脱したイギリスがまず第一に加盟申請を行いました。ですからイギリスの加盟について TPP メンバーとの話し合いを深めてイギリスの加盟を認めるべきだと思います。イギリスの場合だとすでに TPP のメンバーとの個別交渉などを行って2国間の貿易協定などを結んでいることもあり、貿易上様々な制限や規制などについては十分に開放的な国です。そしてイギリスの加盟が終わった後において一つ大きな問題となって出てくるのが、中国と台湾が同時に加盟申請しているということです。 TPP メンバーの中には残念ながら中国側についているメンバーなどもいて、中国の圧力を受ける形で台湾を拒否する国というのも出てくるでしょう。しかしそのような政治上の話というものもあるのですが、基本的には台湾の場合だと国際的なルールを非常に守るための制度が整っている状態ですから、いかにして中国側の国々に対して説得を行うか、それが日本の役目だと思います。一方、中国側が TPP の加盟申請を行ったのは基本的には台湾がいち早くこの TPP に加盟することを阻止するのが一つの目的だったと言われています。そもそも TPP のルール上において国有企業が非常に力を持っている中国の場合だと、そもそも論として加盟する条件と達してはいません。そしてこれからも達成することはほとんど無理だと考えられています。ですから政治上台湾の邪魔をするために中国が出張ってきたということを考えれば、中国の影響力を排除するためにもイギリスをまずメンバーとして迎え、その後いかにして台湾の加盟にこぎつけていくかというのが今後の重要な政策だと言えるでしょう。そしてイギリスが加入すればどのようなことが考えられるかといえば、イギリスは太平洋ではなく大西洋に面している国です。つまり TPP というのは環太平洋というその枠組みを超えて地球全土を対象とした枠組みであるというふうに拡大することが私は可能になると思います。ですからイギリスが加入してその後台湾をどうするかといった話をしていると同時に、私はTPP を拡大するのであれば、やはり何といってもその本命 EU にと話を持っていくべきだと思います。なおアメリカはバイデン大統領はこの TPP 加盟に関しては基本的にはありえないというふうに話していることもあり、アメリカの加盟を誘うのはちょっと現実的ではないと思います。ですからアメリカが入らないのであれば、いっそのことを EU を巻き込んでしまうというのも私は一つの手だと思います。そのように地球全体を俯瞰した状態でより大きく貿易圏を拡大していくのであれば、韓国についてはさっさと拒絶してそれ以上に大きな市場と連携を図っていくことが大事なのではないでしょうか。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。